YouTube やっててよかったわ。よかったよかった。見るとね、やっぱ欲しくなっちゃうよね。ここ、常識破ってきたね。それぐらい分かってるよ。こうだろ？それでは、今まで見たマルチルームでは結構最大級ぐらいだ。じゃあ最後一番後ろのベッドですね。満を持して。本日は神奈川県に来ております。いただきます。おお、なんか結構大量だね。なんか俺らが最近キャンピングカーの動画結構出してんだけど、うん。そしたら声かけてくれて、そう、ありがとうございます。ぜひ見に来てくださいってこと。トイファクトリー。トイファクトリーさんです。なんか相模原に輸入車専門の展示場を作ったらしくて、結構新しくて。うんうん。そう、写真見たけどね、すごいおしゃれな建物だった。ユーロトイっていう。ユーロトイか。トイファクトリーの展示場。鵠沼に住んでる時にトイファクトリーの鵠沼店っていうのもあって、イメトレをしに行ってた。キャラバン作る時の。思い出の。そう。これだ。ユーロトイ。お思った以上に道沿いだね。道沿い。デュカトのキャンピングカーがそこら中にある。ぎっしり、駐車場ぎっしり。ここ始まってまだ2年足らずらしいから、もうほぼ新築みたいな感じで。じゃあ入ってみよう。キャンピングカーが室内にこんないっぱい入れんだね。1234。中だけで5台もある。5台。めっちゃアクセスもいいしね。国道沿いで。キャンピングカーはね、後で見るんだけどね。じゃ展示場一旦気になるわな。これトイレじゃん。なんかすごそうなトイレ。未来型ウォーターレストイレ。密閉して処理してくれるの。なんか袋がついてるんだけど。L、XL。ああ、パックのサイズ。なんか動き始めた、動き始めた、見て見て見て。密閉してる、密閉してる。そういうこと、密閉って。ゴミ捨てるだけでいいのか。じゃあ、うん、ブラックタンクとかつける必要がないんだ。ないってことだね。これがあったら。これも自動なんだ。これパッと見さ、俺ら使ってるのに似てるけどさ、これ自動でやってくれるのすごいね。このバッテリーもなんかかっこいいね。見たことない。この持ち手がついてんだ。こういう風にコンピューター入ってる。でなんかね、オーナー専用ラウンジとかあるらしい。ここが商談スペース。上行ってもいいですか？はい、どうぞ。ここがオーナー専用です。車たちをトイファクトリーのオーナーになるとこの景色が見れる。うわ、ここいいね。キャンピングカー上から見れる。うん、あれソーラーパネルが薄型だ。あれ薄型だ。フレキシブル貼ってんだ。うん、あんまないよね。初めて見た。ビルダーさんで。トイファクトリー1台目はこれを見させていただこう。ダヴィンチ。ベースはデュカト。これデュカトの短いやつかな。何メートルなんだろう。6メートル未満。あ、6メートル。じゃあ2番目に短いやつだ。ダヴィンチの絵みたいなのが描いてある。あ、だねこれ。ダヴィンチこういう絵描いてるもんね。描いてる。これあれだね、前 RV ランドでデュカト見た以来だね。デュカトキャンピングカー。ちなみに今日ここでキャンピングカー見させてもらった後、明日1台借りれることになってるから、それが超楽しみ。これじゃないんだけど、これじゃないトイファクトリーのキャンピングカー明日から借りて1泊。いや、やっぱねかっこいいんだわ、デュカトさん。ほんでほら、ハイエースとかキャラバンと違って前タイヤが運転席よりお尻より前にあるから、乗り心地もいいんだよ。なるほど。実際これ一回運転したことあるけど全然違ったもん、乗用車に近い感じ、乗り心地は。イタリアでは商用車として作られてる車なんだけど、一時期ねもう本当にデュカトのガランドを買う寸前まで行ったんだよ、もう買うっていう決意したんだけど、なんでやめたかっていうと、一個唯一残念なのが肉しかない。そうなんだよね。それを許容できるかどうかっていうところが結構大きい判断基準になった、俺らにとっては。でも肉なんだけど、肉で FF 前輪駆動
エンジンも前っていうやつなんだけど、なんかね標準で LSD 的な機構が入ってるらしくて、それで雪道もねそこそこ行けるらしい。なるほどね。うん、でももう弱々ではない。そうで、デュカットって日本に来てまだ2年ぐらい経つのかな。やっと冬を 1,2 回経験してる車がそろそろ出てきてるはずで、どんだけその日本の雪道での走行性能が確認されてるのかっていうのはちょっと気になる。そうね、徐々に情報出てくるかもしれない。後でそれ聞いてみよっか。あ、そうね。聞いてみよう聞いてみよう。スタッフさん今日いるから。じゃあまずこれの外観を見ていこうか。じゃあもう一回前から。これなんかさ、純正のままなのかな、外。なんかかっこよくね。なんかかっこいいよね。色もなんかかっこいいよね。前のガランドを見た時はこういうパールっぽい感じじゃなかった気がする、塗装が。下にねいろいろついてる。これがねさっき見ちゃったんだけど、これ電動で動くんだよ、このステップがスライドドア開けるとこれ電動で出てくんだよこれ。マジ？うん。で後でやろう。でこの下にちょっと排水の排水多分ガチャってやってバジャーって出てやめてこ、出てきた。万が一出てきたらやべえ。おー、なんかすごいね、塩ビ管で作ってあるんだ。塩ビ管だね、確かに。デュカトのね、ガランドの状態だと下ってね、なんもねえからね、そう、前輪駆動で前エンジンだから、ここにシャフトとか通ってないんだよ。だからね、はいはい。床の下にいろいろつけるんで、それかなりね、キャンピングカーにやっぱ向いてる車だなって思ってた。なるほどね。うん。で後ろに多分室外機とかもこの下につけれる。よいしょ、ほら思いっきり室外機めっちゃでかいのここにさついてても本当だ、大丈夫ないよ。収まっておりますね。まあその代わりあれだろうね、スペアタイヤはないんだろうね。あ、そうかも。うんでそもそもスペアタイヤなかったもんね、ガランドのやつもね、ここ今時の車って結構スペアタイヤないからね。で後ろはこれちら見えしておりますが、観音開きみたいにね、これさリアハッチみたいにさハイエースみたいにガバッて開いたら閉めれなくなるもんね、高すぎてね。でかいみたいな。これ後ろもねかっこいいんだよね、デュカト。見るとねやっぱ欲しくなっちゃうよね。かっこいい。ぜひ四駆を出してください。ぜひ洋服を。これ 5.9 メートルのモデルだから今までまだ見たことないわ。あ、そっか。短いのを見た。そう、前に見たことあるのは 5.4 メートルの一番短いやつなんだけど、多分この前にあるやつと同じ、あれが一番短いやつで、それでこれがその次に長いやつで、さらにこれよりもう一個長いのもあったはず、デュカットのモデルで。そう、 5.9 メートル、これもギリ運転できそうな気がするな。でかいけど。でかい。でもさ、意外と運転席座ったら視線高くて運転しやすいな。意外といける気がする。5.9 メートルでちょっと長い分が中どうなってんのか気になるね。行きましょうか。ほら、出た。しかも意外と早かった。めっちゃでかいねこのステップね。ガイナっていう断熱塗料を施されてるわけですか。まずこの鉄板のむき出しのところに断熱塗料を塗って、その上に断熱材貼ってやってる。なるほどね。これはね、家ですね。家。ここに入ってきたこの瞬間にね、これもしかして靴を置くための場所？これ。ああ、本当だ、下駄箱やん。そう、これすごい工夫されてるなと思った。ここがちょっと上がってるんよ。この段差があって、そこに靴箱的な小物置き場なのか。この靴箱いいね。ね、いいよね。これは何？これもしかしてこの固形かな？電気？あ、ここだ。ここの間接照明。これか。あ、これだ。とあとこの下だね。へえ。ここに段差。細かいけどいけてるね。これ細かいけどいけてる。細かいところいけてる。ここの間接照明のスイッチがあるのやばいね。やばい。こだわり。入ってすぐは冷蔵庫。冷蔵庫ですね。ドメティックの。両開き。70リットルだろうねこれ。これは入るぞ。この前見たよね、あそこで。両開き。素晴らしい。今もうパーティーモードになってるんだけど、これね回転するんだよね。そうそう。デュカットの。純正で回転するから。キャンピングカーだからとかじゃなくて。それがすごいよね。すごい。しかもさ、もうほら、ご覧ください。このね、運転席とこっちはシームレスというか、なんだろう、つながってる。すごい大丈夫ですか？段差注意。これ回るんだ。回ったね。あ、今ないけどさ、シェードがあるんだよね。
アコーディオンみたいなシェード。あ、これこうか。何こ下から出てくるの。れ？これが上までガチャンといくんだ。うん。下から出てくるパターンもあるんだ。これも下からっぽいよ。ほら。あ、出た。あ、これとか。斜めに来るんだ。すごいな。これ大丈夫。あ、こうか。はまった。へえ。アコーディオンあったね。このアコーディオンのためだけにでもデュカト欲しいぐらいだわ。うん。白熊柄。あ、下のあれね。マットね。下のマット。なんかガチャンっていってブイーンだよ。あ、オートクロージャーがついてんだ。うん。ガチャン、ウィーンってなんだ。うん。あ、ここにもでっかい窓がついてるんだ。小物入れ。あ、なんか入ってる。小物入れでコントロールパネルですね。これなんだろう。テンパラチャー、空調かな。ああ、そうかもね。温度計だね。温度計と電気系のコントロールパネル。ほら出た、このダウンライト、手でピッピできるやつ。おう。全部これだ。この辺のやつとかも。まずこのダヴィンチっていう車は、全長5995ミリ、はい。幅2100ミリ、最大高さニコ。ニコ。外がね。外が中は1880。もうこんな感じ。直列4気筒ディーゼルインタークーラー付きターボ。2184cc。トランスミッションは2駆前輪駆動。8速 AT。乗車定員4名。1、2、3、4だね。そこのシートベルトだ。ついてるね。就寝2名。オプションマット使用時4名。まあだから、基本は2人旅だけど4人旅もできると。この大きさで2人旅しようと相当贅沢で。だよね。だって一番小さいデュカトですら2人で余裕だからね、あれ。幅と高さが段違いだから。やっぱ高さがあると全然。そう、それだけでも超広く感じるんよ。あ、ベッドサイズ、上段、長さ1940。これ横で 1940？ ああ、すごいな。ちょっとまだベッド見てないけど、多分横型になってるので、その分前のスペースが。そうや。デュカトのすごい点、もう一個。幅が広いから、横向きでベッド取れる。寝れちゃいますね。キャンピング登録の要件で、ベッド長さ180以上必要なんだけど、それ横で取れちゃうの。これハイエースキャラバンではできない。そんなことは。そもそも車体の幅が180もないから、ビルダーだと窓をぶち抜いて無理やり横で180取れるように拡張してるビルダーさんとか、まあトイファクトリーさんもやってるけど、そういう風にしないと、キャラバンハイエースだとできないんだけど、デュカトだともうそのまんまの状態で横で取れるっていうのは相当強い。あ、2026年にフルモデルチェンジしたんだって。だからこれ、新しいんだ。だよ。フィアットデュカト台数がインド、アジア太平洋ナンバーワンを誇るトイファクトリー。フラッグシップモデルだって。トイファクトリーの、もう、いわば顔っていうことだね。で、格式高い高級感と自宅のような安らぎ、共生するモデル。なるほどね。で、ベッドスペースを、前のモデルより20センチ拡張してるって幅を。幅1470ミリ。だから2で割ると、735ミリ。つまり735ミリのショルダーワイドでも2人並べるってことだね。で、新開発ベッドマット。これは後で見てみましょう。で、オプションで2段ベッド仕様。まあ、そうだね。最初の状態だと上にしかベッドマットが乗ってないんだけど、オプションで下の段にもマットをつけられるよっていうことかな。そうだね。で、そうすると4人寝れるよっていう。そういうことです。お子様とか愛犬とか、グルちゃんとかは下に可能ですね。大人がちょっと下、ちょっと厳しそうだけど後で試してみよう。で、シャワーシステムを搭載可能な最上級モデルです。多分、マルチルーム的なのがここにあるので。マルチルームがあるもんね。こちらかな。じゃあちょっと、まずは、ここから見てみましょうか。見ましょう。リビング。もはやここで落ち着いちゃってるんだけど。ずっと座ったままさっきから喋ってるけど。快適ですね。そうなんだよ。すごい葛藤してるもん。でかいっていいなって。いや、いいよ。で、これ、コーヒーの。家じゃんだってこれ。だってこれテレビがここにあって、普通にもう、
日常生活みたいな。ここにクーラーがあるんやけどさ、馴染みが良すぎてさ、このクーラーこれクーラーなそうめっちゃ馴染み良くない？私収納かなとか思ったら。ほんとダイキンって書いてあるんよ。だけどクーラーよね。すげえ、これクーラーじゃん。さ、めっちゃ馴染みがいいね。フラッグシップモデルだから、こだわってある。違うんだよ。常識的に考えたらここは、収納なんだけど、ここ、常識破ってきたね。破ってきた。この裏にいろいろ配線とか回してんだろう。クーラーのこの冷媒通す管とかどこに行ってんだろうね。うまく隠してんだ。この裏通ってるとかね、例えばね。あり得るね。もうこれはビルダーさんの腕の見せ所。この裏とかね、そう。で、こっちが収納だよ。収納開けてみよっか。これもう家だからね。家だもんね。だからね、小物とか服とかだからね。でしかも天井にさ、なんかスピーカー埋め込まれてんじゃん、これ。すごいよ。ジャズとか聴きながら、ここでワインを飲むっていう感じなんだろうね。ああ、確かに。ここにほら、モニターもあるし、アマプラとか見れんだろうな。Fire TV で。あ、でもちろんここには、コンセントでしたり、USB のポートはついております。電源類はそこに揃ってて、なんかスイッチとかもあって。あ、この辺の電気がここでいじれますね。なるほどね。二人旅だとこれ回転させる必要もないのかな。前のシート。そうだね、横並び、二人横並びでいけるもんね。これ二人で横並びできんのかちょっと試してみよう。余裕でしょ。ちょっと近いけど、ちょっと近い。まあちょっと近いけど、直立感はあるけど。俺の座高は高いね。これに比べたら。俺の座高が高い。このヘッドレストを上に上げれば俺の座高でもいけるかもしれない。受け止められる。あ、いけるわ。座り心地的には前のシートの方がいいね。ちょっと直立感がね、そう。出ちゃうよね。リクライニングがこれ、直立だから。シート回転するのめんどくさい時はこれでいいわ。まあでも、向かい合った方が自然かね。向かい合った方が会話もしやすいし、この行き来もしやすい。あ、そうね。俺がそこ座ったら海子さ、そこでちょっとトイレとか行く時ね。どういってみたいな感じになるじゃん。こんな感じだね。あ、アコーディオン出た。でも、網戸もアコーディオン。これね、動かせる、ほら。あ、ほんとだほんとだ。だから大きい人が後ろ座るときとか、もう目いっぱいこっちやったりとか。あ、そしたらこっちもね。小さい人が座るときは、こうやってやったりとか。多分これ取り外すこともできそうだね。取り外しも可能。カチャって押したらね。まあでも取り外さなくていいかな、これは。そうね。テーブルは使うやん。今気づいたんだけど、ここにバッテリーがある。ここにサブバッテリーがある。海外のキャンピングカー作る動画とか見てたんだけど、ドゥカトとか、ドゥカトとか、ここのスペースがあるんですよ。もともと何の空間か知らんけど、ここにサブバッテリー置けるの結構面白いよね。面白い。なんかこっちにあるのもしかしてインバーター？こっちにもなんかあるね。なんかあるよ。なんかインバーターっぽいのあるわ。インバーターっぽい。運転席と助手席のこの下のスペースが電気系統置き場になるんだ。あ、FF ヒーターの吐き出し口もついでに見つけてしまいました。本当だ。ますますいじりたくなるわ。こんなん見ちゃうと。活用しがいがあるよね。あ、で、そうだ、言い忘れた。このさ、ユーロトイの中ってさ、トイファクトリー製のデュカトのキャンピングカーと、社外製の輸入品のキャンピングカーあんじゃん。あれ、イタリアのビルダーのやつ。イタリアのやつはさ、バンクベッド出てんじゃん。出てるね。でも、トイファクトリーのやつは、今見た感じはこの2台は、パッと見外観はデュカトのままなんよ。ああ、確かに。俺の好み的にはそっち派。ステルス派。ステルス派。わかる。だからパッと見はキャンピングカーっぽくないんだけど、中身がキャンピングカーみたいな。そういうのがいい。これキャンピングカーですって感じじゃないみたいな。そういうのがいい、好み。しれっとやってるみたいな。開けたらやってんなって。そう、開けたらやってんなって感じ。そういうのがいい。ほんなら次はキッチンを見ましょう。あ、ね、キッチン行く前に行っていいですか？どうぞ。私、ここが開くんじゃないかなと思いまして。あー、なるほどね。ほら、カチャッと。なんかメンテの入り口かな？収納ではないね。座席の下のところね。そうだね。なんか巨大なサムシングがあるね。これは何？知らねえ。これ開けちゃうよ。あ、コンロ2口。そして芯。ゲップしたらニンニクの香りが出てきた。ニンニクめっちゃ食べとったもんね。ハングリータイガーのニンニクが出てきた。こうだ。なんかマットな感じですごいスタイリッシュですね。野菜切る場所はここだ。ここテーブルもなんだろう、マーブル
調というか、ちょっとおしゃれな感じが。引き出しなのかな。あ、引き出し。収納だ。そこは明らかにスプーン入れ歯だね。箸とか。うんうん。ここは開かない。押してガチャ。そこは食器置き場だね。木とか。排水タンクでしょ。給排水でしょ。ほら。あ、そうだ。で、これはカセットガス式だ。素晴らしい。ここに入れるんだよ。やっぱ今時のキャンピングカーのガスは、あれカセットガス使えるようにしてんだね。ね。これがでかいプロパンじゃなくて。うん。やっぱ便利だし、こっちの方が断然。分かってきた。それが最近の潮流だわ。見て、こっちめっちゃ深いし。そこに鍋置き場だ。うん。あれだね、見て、これは何をかってすぐ分かるのはデザインが優れてるってことだと。うん。いい UI してる。うん、いい UI。ここにトゥインバードの。トゥインバードの電子レンジ。電子レンジ。これレンジで何でも作れると。うん。ガスもあるし、レンジもある。そうだよ。で、この上は、開くのか開きそうだけどね。開きそうで開かない、これ。ちょっとやめとこう。どう料理できそう？めっちゃできる。だって二口コンロだよ。いわばカセットガスコンロが2個常設されてるみたいなもんだもんね。うん。ここで着火できんだ。そう。それすごいね。で、コンビニでガス管買って補充とかもできるしね。最高だわ。で、ここに冷蔵庫が。両開きですからね。この位置で両開きだと外からも取れるもんね。うん。外から取るときはこっちで開けて、で、ここで料理してて、ちょっと食材がとかなったらこっち側からガチャって開けて、そうスライドドア側にタープつけてそこで広げてる場合とか、こっからガチャってビール取ったりできるから。できるね。ちょっと横に行くとなんか鏡がある。姿見ですね。どんな？うわ、入ってる。普通に服が入ってる。クローゼットだ。素晴らしい。本当にかかってるとイメージしやすいね。しやすい。アウター系とかね、こういうかけるとこあるとすごいいいよ。で、この下にここは深みのある。ここに服とかかな、タオルとか。ここの通路は人が一人通れるぐらいだね。うん。ほんで、このリビングの後ろのスペース、ここ結構広大なマルチルームになってんじゃない？いや、広いね、これね。うん。じゃあ開けます。さっきのトイレが。トイレや。今トイレになってますね。しかも、見てこれ普通の店のトイレみたいな。超豪華トイレ。トイレ用のシンクまであんの。すごくない？見て、シャワーついてた。シャワー浴びれんだ。うん。だってほら、下見て、この水が流れてくところとかがある。うわ、ほんとだ。すごっ。じゃあ下に排水タンクがあるんだ。あるんだね。巨大な。マジか。給水タンクとかどこにあるんだろうね。さっきのこの下のところかな。なんかそういえば。あれ、水系かな。多分ね、お湯が出る何かな気がする。ボイラーみたいな。そうそう。で、ここになんかシャワーカーテンをつけられるような感じになって。で、これトイレの横でシャワー浴びるのってどんな気持ちなんだろうね。トイレに水ぶっかかりまくりながら。仕方ないよね。仕方ないのか。で、ここに立つと、俺172センチだけど、天井に頭つくわ、ギリ。本当？じゃあ、海子は余裕で直立できるってことだよね。で、多分ね、ここに座ってシャワー浴びんだよ、多分。こうだよ。座るための、俺、だからトイレが必要なんだよ。海子は余裕だね。一応ここにね、なんか収納もついてる。タオルが入ってた。収納があってタオルが入ってますね。もうすごいね。今まで見たマルチルームでは結構最大級ぐらいだわ。最大級。ここにすらアコーディオンがあるんだよ。3本の指に入るかな。マルチルーム史上。確かに。マルチルーム選手権でこれ。マルチルーム選手権上位これ。このトイレ座ってみたい。ちなみにね、一番やばかったのはね、あれがアンセイエかな、今んとこ。アンセイエもすごかったけど。あれすごかった。これは開かない。下は排水系だね。排水系かな。で、ここトイレットペーパー置きようと。で、これトイレは自動でラッピングされて、うんこゴミができる。ポイするだけのやつ。すごいよね。こんなもんがあるんやって。でもシャワー浴びるときそこ座んじゃないよ。それ蓋した上に座る。それは分かってるよ。それぐらい分かってるよ。こうだろ？それで浴びると。で、閉めるよ。はい。で、閉めるから感想を教えて。生活できる、一人暮らしのアパートみたいな。一人暮らしのアパート風？こんな感じで。ここにシンクがあるんだ。これどういうことなの？ここでメイクとかもできる想定なのか。
違う、メイクは違うか。でもめっちゃでかい鏡あるね。うん歯磨きとかここでするんじゃない？まあマルチルーム史上上位。うん。じゃあ最後一番後ろのベッドですね。満を持して。これが噂のベッドマット。はいはい。あ、進化したっていうね。うん。結構分厚いね。10センチぐらいあるね。あ、これは寝やすそうだ。で、これ横で180センチ以上あると。なんなら190ぐらいなんだっけ。で、ここ踏み台にしていけると。で、この下もマット敷いたら2段ベッドになると。で、この床をもし取っ払ったら巨大な収納になるってことだろ、ベッド下の。で、2人の時はこの下いらないから、これ。長物サーフボードとか。ああ、まあ段にしていいのか。段のままでも。この一番下の段はね、多分ね、途中まで何か入ってるんで。あ、そっか、タイヤハウスがあるから、そのところになんか入ってんだろうね。確かに。だからここを一面にして、で、ボードとか乗せちゃえばいいんじゃないかなって思った。なるほどね。そこ踏み台にして、こう、上に行くと。ちょっと俺の座高だと頭つくな。あ、ここで座って何かっていうのはちょっと違うのかもしれないけど、寝る分にはなるほどね。欲を言うと、こう、座って背筋をまっすぐにして、頭がつかないぐらいが理想。ああ、なるほど。もし自作すんならそこは絶対に譲れない。この下の段とかがあるから多分ここその分ここがそうだね、2段ベッドだからね、これ。ね、172センチの僕が横になっても、余裕だわ。余裕で180あるわ、これ。2人横に並んでますけど、肩幅も余裕すぎるぐらいある。余裕すぎる。細い人なら3人ぐらい寝れるわ、これ。あ、マックスファンですね。トイファクトリーさんはやっぱ断熱が力入れてるっていうのは俺昔から知ってるんだけど、多分ね何層かに分けて断熱してんだよ。鉄板むき出しの箇所はゼロです。もう完全に。あ、ないね。このね、後ろのドアとか鉄板むき出しのビルダーさんね結構いるんよ。いるいる。そこ俺見ちゃう、そういうとこ。で逆にこういう風に全部埋めてくれてるところはなんとなく信頼感が厚い。そういうところの方が気にしてるなと。だってさ、ここで 寝るじゃん、後ろで。でここ鉄板むき出しあってかなり冷えるし、朝結露するから鉄板だったら冷気が来そうだな。そこの不快度はだいぶ違うよ。まあ、快適度っていうのがこれが覆われてることによる快適度。しかもここあれ後ろくり抜いて窓つけてあるんだ。外の景色も見れると。楽しめますね。ベッドスペースにマックスファンがついてるから、ここで寝るときに快適に過ごすんだね。あ、そっか。ここでさ、この窓開けて上に抜けるようにしたら、あれ多分夏でも結構涼しく寝れるわ。あ、めっちゃ涼しいと思う。あ、なるほどね。そんでこっちにもこっちにも収納があると。収納開けてみます。ここあれじゃね、服じゃね。ここは服じゃね。服だな。服のところ多い。多分もしかしたらだけど2段ベッドじゃなくしてここのちょっと下げるとかできるかもね、オーダーするときに。ああ、そうね。俺だったらそうするな、多分。座高が？そう、リビングで1部屋、ここで2部屋目っていう考え方をすると、やっぱり背筋を伸ばして優雅に座れるような高さは欲しい、ここは。でその下は長物も詰める収納であると。フィヒーターの吹き出し口みたいなのあるんやけど、ここにも暖気が来てくれるんかな、多分ね。もうそういうことでしょうね。あれ、フィヒーターの排気の管って、排気通過。あれ分岐させればどこでにでも持ってくれるから。ああ、確かに。いっぱい分岐させてんだろうね。あ、タイプ C もついてる、このコンセント。USB もあるね。網戸があったから試してみよう。これだよ、これ。いいね、これいいよね。これめっちゃいい。ここ開け放ったら相当涼しいよね、夏とか。涼しい。まあ中は丸見えになるけどね。これでグルちゃんも脱走せずに。グルちゃん脱走しないけど、こう登りまくる気がする。アメックライムしちゃうか。おお。開けたらこんな感じ。あ、でもこの板さ、取り外し、多分ネジで止まってるけど。しようと思えばできる。多分自転車とか積む人はこれ外すんだろうね。あ、そうだね。長物もまあサーフボードとか斜めにしたら積めるね。いけそうな気がする。こんだけ広さあれば。ショートなら横でも積める。ここにもなんかボックスが。そこなんか外部電源の取り込み用のやつがあるんだよ。この広大なベッド下収納はね。ポイント高い。絶大な価値があるからね。私ら的にはね。そう。
気になってること聞きたいんですけど、はい、デュカトって結構日本に来て歴史浅いですよね。そうですね、正式に入ってきて3年ぐらいですね。はい、3年分の冬の実践の、情報がトイファクトリーさんにあると思うんですけど、なるほど。オーナーさんから雪道どれぐらい走れたかとか、聞くことありますか？実際うちのオーナーさんでもう、肉のデュカトですけれども、北海道にも旅されてる方もいらっしゃいますし、弊社のスタッフも北海道まで行ってるような実績もあって、そういった点では前輪駆動で前荷重なので結構意外と大丈夫っていうところはあると思います。ハイエースとかの FR とかに比べたら全然違う感じですかね？そうです、同じ肉でもやっぱり前側なので意外と走るっていうところはまずちょっと違いかなっていうところと、実際に20センチほど雪が降ってるような道でも全然パワーとしては問題ない、スタッドレス履いてるのはマストで、ただやっぱアイスバーンとか、そういったところはどうしてもツルツル系の、どれもそうですけどはい、ただの肉じゃなくて、ブレーキ LS3 みたいなのが入ってるんですよ、そうですそうです、聞いてくれる機能もあるので、そこがかなりうちのスタッフもよく言ってたんですけど、そこの安心感はあったっていうのを実際に感じてたみたいですね。なるほど、そこがすごく気になってて、皆さん心配されますよね。あと坂道の具合とかにもよりますよね、そこ登れるか。急すぎるとちょっとそれはあると思います。確かに、そこは状況に、ウィンタースポーツをデュカトでスキースノボをされてる方も全然いらっしゃいます。本当ですか？いますいます。もう全然 OK ですとは言わないですけれども、意外といけるっていう。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。外部電源はここにありました。あれ、外部電源2個あるの？その先のはなんだ？2つありますよね。はい、ぽっこりが2つあるけど、シャワーの水ですか？そうですそうです。はい。シャワー付きモデルなので、それのタンク、タンクがもう腹下にガッとついてて、この下についてるんですか？ついてるんです。もうポリタンクじゃなくて内蔵型になっていて、ガソリンを入れるようにお水をもう直接、排水タンクが車体の下にあって、上から入れられるっていうスタイルになってます。シャワー付きモデルは結構そういう仕様になってますね。家の生活をそのまま外に持っていけるんです。そんな感じ。それが本来のキャンピングカーの使い方だと俺は思ってんだけど。そうかもしれないね。釣りとか、サーフィンとか遊びを前提とした車中泊とはまた一線を画す感じ。普段の暮らしをそのまま旅先に持っていくっていうスタイル。それができるのはやっぱこのでっかいキャンピングカーの最大の魅力だよ。そうだね。それの憧れとかワクワクとか、ロマンもあるよ。そのスタイルあるね。あるんだよ。それやりたいわやっぱり、俺の場合はそれもやりたいし遊びも楽しみたい。それが結構難しいというか、難しいというか矛盾するんだよね結構。そうだよね。荷物とかをどうやって積むか、荷物積めるか、悪路走れるか、細い道行けるかとか、そういうことになってくる。そうでも車内の快適性最大限にしようと思ったら、もちろん車は大きい方がいいしってなるから、そこでもう矛盾が生じてくる。イエス。そこの最適解を今探してる最中なんですけど、それでいろいろキャンピングカーこれ見てる回ってる。だから今回みたいにトイファクトリーさんからね、ぜひ遊びに来てくださいって言われて本当に感謝してます。はい。いい経験になるし、なかなかないよこんなキャンピングカーいっぱい見れるのね。なんなら明日借りれるしね。そう、それが YouTube やっててよかったわ。よかったよかった。